お嬢さん、本日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、はい、厄年との付き合い方っていうテーマなんですけど、はい、今日僕の友人がですね、ちょうど今年厄年に入るっていうことで、厄年っていろんなやっぱ情報があるみたいで、はい、お嬢さんのちょっとお話聞かせてもらいたいということで、ちょっとお呼びしてるので、この方からご質問いただきます。お願いします。今年私が厄年に入るのですが、厄年を迎えるにあたっての心構えについてお嬢さんの視点でお聞きしたいなと思っています。例えばドクターコバさんとか占い師の方っていうと、厄年には必ず悪いイメージがないということがあるんですけれども、一般的には気をつけろとか注意が必要といった話をよく耳にします。その中でお嬢さんの考えとして厄年をどう受け止め、どのような心構えで迎えればいいのかっていうのを教えていただきたいと思います。厄年っていうとね、日本古来よりね、厄の年はいろんな変化が起きる年だと。だから悪い年だっていうよりも注意していろんなことに気をつけてね、やはり一年を過ごしていかなきゃいけないよっていう、そういった年もあり、もちろん体調の変化であったりとか、例えば女性の厄年だと33が本厄だって言われて、32歳が厄で34歳が今度後役って言われて、もう3年間も役あるんやっていうねふうに言われてますけども、これは一つね、言うなら例えば女の子が女性に変わっていく、女性がまた子供を出産してお母さんになっていくとかっていうふうに、年とともにやっぱりどんどん変わっていく節目、体調の変化であったりとか体のね作りであったりとか、いろんなものが変わっていく時で、人付き合いも変わっていく時っていうように、その節目節目を厄年っていうふうに捉えた見方なんですよ。なので、星の周りとか星の流れっていうのも詳しく見ていけば、そういうリズムとかバイオリズムが出てくるんですけども、でもこれは年のバイオリズムよりももっと月のバイオリズムもあったり、もっと深く掘り下げると一日のバイオリズムもあったりするわけなんですね。だからその中でも厄っていうのは実はあるんですよ、見方ではね。じゃあ厄年それぞれあるけども、じゃあ厄年っていうのはどういう過ごし方をするのかって言ったら、必ず悪いことが起きるんだって捉えるよりも、私が伝えているのは厄年なのか、災いの厄年にするのか、役割の厄年にするのかの違いだっていうふうに、それを選択できるんですよ。だから逆に災い転じて福となるっていうね、そういった言い方もありますように、厄年にはだいたい3つの課題が起きてきちゃうんですね。1つ目はまずできてたことができなくなるっていう厄、そして考えなくてよかったことを考えすぎてしまうっていう厄で、あとは人に振り回されるっていう厄、この3つが課題として与えられます。ちょうどこの考え方やね、例えば女性だったらホルモンバランスとか自律神経とか体の作りも変わる時なんで、やっぱそういった意味での節目って考えてもらえば、そういった3つの課題がやってきます。これ男性ももちろんそうなんですけど、だから男性の役は42が本役だとも言われてますし、裏役年っていうと女性は37も役年って言われてますよね。だから19歳とかそうじゃないですか、女性の役年って言われてます。で25歳が男の役年って言われてる。ところが60超えると男女関係なしになってきますよね。そこまでは男性的な生き方、女性的な生き方で変わってきちゃう。だから特に最近はやっぱりその女性もどんどん社会で活躍している時代が今なので、逆に42歳になって女性が厄年になっちゃったみたいな人たちも最近は現れてるんじゃないかなと思うんですね。でそれはさっき言ったような3つの課題があるわけなんですけども、じゃあよく考えてみてくださいと。できてたことができなくなる、これね、生きてると去年まではできてたけど今年なんかできなくなっちゃったっていうことっていっぱいあると思うんですよ。例えば人付き合いでも去年まではお付き合いしてたけど今年は別れちゃったとか、これもいろいろあります。死に別れであったりとか生き別れもあったりしますんで、例えば物でもそうです。去年までは持ってたものが今年になって壊れちゃったとかなくしちゃったとか、いろいろあると思うんですよ。っていうことはね、なくすものや壊れるもの、縁が切れるものっていうものはあるわけですから、できなくなったこともたくさんありますから、だったらできなくなったことやなくしたものや失ったものに依存執着してると
これは厄年、災いの厄年になります。ところがそういうものはあるんだから、じゃあ失ったものやなくしたものに執着するんじゃなくって、今何ができるかを探せる人になったら、これは役割を作れる厄年になるんですよ。だから役の漢字の違いでイメージしてもらえば、厄年の役なのか、役割を作る方の役職の役なのかって考えていただければ。でもう一つは自分自身がね、その考えすぎてしまう。だから考えてる時っていうのは、考えることは大切なんですけど、考えなくてよかったことを考えすぎてしまってると、これは行動が起きなくなってきますので、考える時間が多すぎるんですね。だから食べ過ぎ飲み過ぎ遊び過ぎっていうのをひっくるめて、過ぎることはやっぱり役になるんですよ。だから考えすぎるっていうことはアクションが起きてませんので、考えすぎてしまうと厄年になります。ところが考えすぎるのではなくって行動に移せる人に変われば、これは役割の年になります。で最後、人に振り回される役で、人に振り回されてる時っていうのはやっぱ我慢してる時が多いんですよ。言いたいことが言えないとか、我慢してる時は人に振り回されます。だから我慢してる時が厄年。だから我慢せずにいろんなことを伝えるとか、我慢せなくていいように自分が知識を得るとか知恵を授かるとかっていう、そういった行動を起こせるようになれば、これは役割を作れる年になるんじゃないかなと。それの大きく節目が大役って言ってね、だから女性やったら33、男性やったら42って言われてるのが大役ですけども、じゃあ大きな災いにするのか、大きな役割の年にするのかっていう、どっちの選択もできるです。ただグレーゾーンがないです。イエスかノーってやつなんですよ。グレーゾーンがないのが役割の年なんで、だからどっちでもいいわとか、どうしたらいいのって悩めば悩むほど災いがやってくる年になるっていうことです。だから役割を自分で作っていけるのか。だからよく厄年になって出産すると女性は運が上がるなんていう言葉もあるんですけど、まさにその通りなんですね。お母さんという役割になるから、その時には役割の年になるし、だからいろんな意味での大きな節目を厄年っていうふうに捉えていただければ、だから厄年だから悪いんだよとか、厄年だから、変なことが起きるんだよっていうふうな、そのイメージをちょっと捨てていただきたいな。せっかくなんでこういうご質問が来ていて、厄年だから悪いっていうよりも、矢が厄払いしに行くじゃないですか。それも行動の一つなんですよね。だから神仏に祈ってご加護を得て新しいことを始めるチャンスを得るとか、たくさんの人に出会っていろんなことを教えてもらえるように行動を起こしてみるとかっていうふうにすれば、なので昔から厄年の時には行動できない人ももちろんいらっしゃるわけですから、そういう人たちはお金を使うとか、厄年の人でグループで旅行に行くとかっていうふうにわざわざ行動を起こすために旅行に行ったりとか、配り物ですよね。ご近所さんになんかこう役を分けるっていう意味で配り物をしたりとかっていうのは、あれは行動とお金を使わしてるだけなんですよ、イメージはね。だからそういうふうにアクションを起こせる人になればね、まずは考えすぎるのではなくって行動に移してみるとか、できなくなったことや失ったものに執着するのではなくって、今何ができるかを探してみるとか、我慢ばっかりしてるんじゃなくって、ちゃんと我慢しなくていいような知識や知恵を身につけるとかっていうふうにすると、大きな役割を作れる年に化けるっていうふうに捉えていただければいいんじゃないかなと思います。厄年が何か自分の新しい役割が、ある意味見つかる年なのかっていうふうに考えると、すごくワクワクしますね。そうですね。だから役割を作っていくようなお年頃になった時の厄年っていうふうに捉えてもらった方が楽しく過ごせるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらダメかもしれないとかって、人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。